はい、ビデオクションチャンネルライブ配信のお時間でございます。9月27日金曜日夜9時を回りました。強調してるような感じがするね。だからちょっとしたコーナーリングでもすごくね、ドライバーに、これでもかってぐらいこう G がかかってるので、はいはいはい。ということでどういうことですか？いやだから久々に会ったのにいきなりということでってそれは何？いやだからそれは何？来たんでしょ。これ乗らないわけいかないじゃない。気持ちよさとかさ乗ってみたいの？いや別にだってさ一人だとあれだから、俺そもそもさこのスープラだらけのこの工場おかしいと思うんだよ俺は。私のドリームですこれショップ？ショップじゃない、個人のガレージ。成功者？いやそういうわけじゃない完璧に違うと、この環境を維持するために頑張って仕事をする。すごいよね。だってお客さんいないから。オリード学ぶでしょ、スープラでしょ、はい、それも赤いスープラ、ね、で俺、ってなったら、俺しかないでしょ。あとね、そこで忘れちゃいけないのこれ。どれ？あ、じゃあいやだからだってさ、ノムケンスペシャル。さっきからチラチラいや乗るんだってさ。このゴールド今でも忘れないよこれ。俺ね実はね乗ったことないの。ああなるほど。助手席でも結構ちょこちょこいじったんですよ。ちょっといじってますね。あとでいろいろ説明も聞きますけど。わかりました。僕ね助手席で大体わかりますから。ああさすがですね。はい。数々の助手席に乗ってきた男は。いやいやはい。はい。あれ以来乗ってないんですよ。あ、そうなんですか。はい。やめたの？あれ以来あれ何年？もう10年ぐらい。10年ぐらい経つんじゃないこれですか。10年はあんた系の人たちの隣には乗ってません。ああそうなんだ。はい。じゃああれでやめました。健康的でいいね。引退しました。なるほど。もう助手席は。そうです。あれ以来の助手席でございますんで、もうギャラリーが喜んでます。ギャラリー増えたね。ギャラリー急に増えて、ギャラリーが喜んでますけども、早速行きましょう。わかりました。街中ですからね。街中ね。はい。それでも楽しみなんで。行きましょう。じゃあ小田さん。はい、行きますか。早速行きましょう。やっぱスポーツカーだよね。狭いもんね。でも助手席は結構広いっすよ。あ、助手席のここの空間がね。それではこっちの運転席は結構ね、スープラのこうコックピット感が今の車にも出てて、結構この辺とかほら助手席についてないこういうのとか結構運転席はタイトなんですよ。いわゆる昔でいうデートカーじゃないですか。あ、まあそうですね。これそうですね。もう乗せました？乗せてないです。妻を乗せてるぐらい。そうだよね。最近ちゃんとね。最近でね。最近もずっとです。今も昔変わらずですよ。でも中はやっぱりこれ BM の感じですね、やっぱね。あ、いきなりそこから来ましたが。僕は。あ、でもそうですね。鈴木さんは BM 好きですもんね。好きなんで。はい。多分操作系も全てウインカーの音とかね、あといろいろなその音がみんな BM なんで、まあ基本やっぱりそこで作ってるんで、そのまんまですよね。ね、トヨタマークは入ってますけどもね、そういうところからすごくそんな感じがしますけども、いや久々なんですけどもね、この隣。あ、ヘルメットかぶってない。あ、そうだね。ヘルメットやめましょうよ。ヘルメットいらないでしょ。かぶるとさ。いらないですかね。いや、かぶるとさ、あなたが表現するから。そうですね。安心しちゃいますからね。そうやめましょう。で、この後ちょっと今街中から第三京浜乗るんですか？そうです。第三京ちょっと混んでると思いますけど、まあ雰囲気を味わっていただければ。基本的なスペックなんですけども、これ自体はこれは3リッターのRZ っていうモデルです。はい。で大体およそ340馬力ぐらいで、トルクがまあ日本でいう55キロぐらい。もう十分なスペックですよね。十分なスペックで。で今これはスタンダードの状態から、T ケースの開発したダウンサスキットが入ってて、若干下がってるんですね。車高ちょっと20ミリぐらい下がってます。かっこいい車高になってましたけど、前後20ミリちょっとずつぐらい。あとは純正とほぼタイヤサイズは一緒なんですけど、横浜アドバンレーシングのホイールが入ってますね。ホイールが試作です。本当にね、僕ね、これスープラね初めてです。そう高速なんかで普通にどういう感じのどういう雰囲気フィーリングなのかっていうのは全然外からしか見てないんで。あ、そうですね。そうでしょうね。ただね、やっぱりそのボディは全然そのスポーツカーらしい2シーターのクーペなんですけども、ホイールベースがね非常に短くでワイド&ローな感じでというとそのねホイールベースの短さ
と、はい、この今座ってる位置がちょうど後ろのタイヤのね、ちょうどもうほんと前ぐらいに座ってるんですよ、なんでその感じは受けると思いますよ。別にこの先が渋滞してるということとか関係ないんですね。いや前見えるじゃないですか。これまだ新車ですよね。新車ですよ。はい。1000キロちょっとぐらいしか1300キロですね。だいたい街中でずっと今使ってるんですね。あんま乗ってないですね。あんま乗ってない。まあ乗る暇ないですもんね。そうですね。忙しいからね。でこれね、一応モードみたいなのも切り替えられて、スポーツモードみたいなありますね、これね。設定ができるんですよね。で今これ今スポーツモードですね。スポーツモードにすると、ちょっと待って。ほらこういうところのなんかコーナリング感がなんかちょっと独特なこうショートホイールベースの短い感じで後ろのタイヤからこう押される感じするでしょ。後ろで回っていく感じがする。そう今左コーナーだから逆だったんでちょっとあれですけど、その感じがこのねやっぱスープラのドライビングの楽しさの一番の象徴かもしれない。これ80スープラとはやっぱり全然もうやっぱ全然違う。80スープラも比較的こうロングノーズショートデッキっていう感じでしたけど、ね、昔からのそのイメージはあるんですけど、それをさらに強調してるような感じがする。だからちょっとしたコーナーリングでもすごくねドライバーにこうこれでもかってぐらいこう G がかかってくるのね。かかってくる。今のでも久々に G を感じましたよ。そうでしょ。そうだからそれがこうね、だから逆に言うと本当にちょっとこうコーナリングするだけでこうドライバーに負担というかね G がかかってくるんで、それがねこのスープラの楽しさかもしれないですね。じゃあいわゆる高速コーナーであってもワインディングみたいなところ低速コーナーなんかも含めても、結構意のままに曲がっていく感じっていうのはCM でやってますけども、本当そんな感じ。そんな感じですよ本当に。ただ、それはある程度なテクニックを持ってないと、その良さはわからない。いや全然そんなことないですよ。普通誰でも、ちょっとこうアクセルを踏み込めば、わあなんかこの車楽しいなっていう感じは受けると思いますね。なるほど。街中でちょっとこう本当にこうスポーツを味わうにはもう最高ですよね。であと、さっき加速した時に、これ後ろリアタイヤすぐじゃないですか。ってことはマフラーもすぐなんで、なんか音エンジンの音と、からマフラーの音と、いい感じで、そういい感じに心地よくそのサウンドはこうドライバーノーマルです。十分な感じですね。いや意外とねそう十分なんですよ。逆にやりすぎない方が多分こういう車は僕的には面白いのかなと思ってます。最近のスポーツカーの特徴で、あまりだからチューニングするところはそんなないですよね正直言うと。だからいじり出しちゃったら多分ね、いろいろやんないとっていうことなんでしょうけど、おそらくノーマルでも十分楽しめる。そうですね。だからこれグレードが3つスープラ90スープラあるんですけど、一番ベースグレードの SZ っていう2リッターのモデル、これは要はそのいろんな余分なパーツがついてないんですよ。もしチューニングするんだったらそっちをベースにした方が。でもなんかで僕本当乗ったことないから何とも言えないんですけども、なんかで読むと、2リッターのやつ、なんかもう動きがすごく良くて、そうハンドリングサーキットで走るには2リッター面白いですねっていう十分とも言うと。そうですね。ただねやっぱねこの3リッターのこのこういうトルク感ってやっぱり2リッターでは味わえないの。これ何速なんでしたっけ？ 8速です。8速のオートマチックで、意外とこのパドルシフト、要はドライバーが2位にパドル操作を、最近のスーパーカーがみんなこれでパドルですもんね。これはオートマチックなんであれなんですけど、でも比較的レスポンスもよく、ダウンシフトもかなりポンポンとレスポンスよく入ってくれるんで、もう十分ですよね。で言いながら別に普通にオートマとして、オートマモードにすれば全くのオートマになるんで。だからもう今確かにマニュアル作らなくなっちゃいましたもんね。だからもちろんねマニュアルの楽しさはあるんだけど、このスポーツオートマチックはもう本当に今の時代では、十分スポーツには十分楽しめるミッションだと思います。今サスはノーマルなんですけど、ダンパーをちょっと下げてそうですよ感じはあるけど、これが今ダンパー硬くなってちょっとゴツゴツ感が増えると思います。
これだからバンプラバーまで作ったんですよ、エッジケース。あ、それ用にこれ用に。このそうやっぱバンプラバーが結構 BM 肝で、そこでそこ使うんだ。そこをやっぱストロークをうまく出さないと。へえ。それいろいろテストした。テストちょっとしました。バンプラバー。はそれで変わるんだやっぱり。い、変わります。ストロークがなくなっちゃうので。十分でしょこれ。刺すなんて十分だよ。十分でしょこれで。これであとエアロをちょこちょこっとしたエアロをつければ。そうだから僕の今の考えはそこ。それで十分じゃん。そうだから今それ用にちょっとノーマルのそのスタイリングが寂しい部分があるんで、そこを補うようなエアロパーツを作ってます。車検対応で。それはいつリリース？もうちょっとでできます。もう今もう型製作に入って、この車の乗り味としては、ストリートをかっこよく楽しく走れることがテーマですよね。そうだろうね。あんまりやりすぎない。そう。